こんにちは。今回はこの素晴らしい世界に祝福を3第3話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までお楽しみください。スケベに興味津々すぎるだろこの王女様。ダクネス並みにむっつりだし。王女の前に私だって女だよ。この世界の貴族は変態しかいないのか。はい。女神も変なやついるし、あと普通に強いのが多い。聞いていい話なんもねえだろ。当たり障りのない薬師図教徒の話でもしてやれよ。当たり障りしかない。じゃこ馬族で妹キャラゲット。カズマは妹属性に弱すぎらん。竹とんぼとかもう2年くらい見てないな。自分で竹とんぼ作れると書きようだな。待たせたな。ちょうど切らしてた。なんでこんな寝起きセクシーなんだよカズマさん。めぐみんの顔。この3人カズマさんの血込み慣れすぎなんよ。なんだかんだあいつら迎えに来てくれるんだな。そりゃ町の恥なんだから早期回収しないと。言うてこの3人カズマさんおらんと仕事にならんから。2期高でカズマが仮死状態になった時も本気で心配してたよな。ダクネスも S なとこあるんだな。優秀な M は優秀な S にもなれるんだよね。悪徳貴族ばっかじゃねえか。大丈夫かよこの国は。思いっきり裏目に出たな。ここで功績上げまくれば最低限ランクでも準貴族の称号をもらえるかもしれない。功績だけで言えばとんでもないよな。三剣なんかよりずっと有名人になってなきゃおかしい。セパンパンセバスチャン呼びのカズマをアニメで見られて本当によかった。萌えアニメになっとった金融しか勝たん。庇護欲をかきたてられる可愛さだったわ。アイリス様にお兄ちゃんって呼ばれちゃったら仕方ないよな。カズマってロリコンだったのか。ダクネスやアクアに全く反応しないのはそれが理由か。3期はララティーナ推しなのか。天丼ギャグ展開かと思いきやファン1星座で説教されるカズマさんには笑ったわ。前回のダクネスに対するセクハラの対比になってた。アクアとメグミン。メグミンが成長しちゃう。これは良い漫画肉。全盛期なら確実に AA になってただろうな。メグミンどこでエクスプロージェン発散するんだ。めぐみん、カズマいない1週間の間は1日1エクスプロージョンしても採点してくれる相方いないから欲求不満になるんだよな。カズマなしでは生きられない体になっとる。3期面白い。あれ、もしかして今日ダメ神泣かされてない？ここからどんどんモブになっていくので、アイリスの登場でアクアの出番が。恋愛に絡まないからどんどんマスコット化していくんだよな。補助みたいに。安定してるな。最終回は多分これだな。奴はとんでもないものを盗んでいきました。あなたの心です。カンコレ声優増えてて草おぶ草。これ制作陣にカンコレファンおるやろ。角川つながりじゃね。3期も安定して面白いな。このまま後ろに座ったらロリ枠がメグミンからアイリスのものに。今期はっきり面白いと言えるのこのスバくらいだわ。魔王幹部ばっかり出てくるね。来週はギュラハンかな。魔王様に当てんなよ。ベルディア、ハンス、シルビア。魔王軍関係だと温泉にいた赤い人とウィズとバニルぐらいか。脚本、絵コンテ、監督。総監督だ。てか監督はやりにくいんじゃないのか。このスバは主要スタッフほとんど変化なしってのが効いてるな。制作会社のドライブもリーンでこのスバ担当してたチーム中心に独立したところらしいし。メグミンの服は本当にエロいな。2話は微妙だったけど3話は満点だった。やっぱアイリスは可愛いな。もう2クールでやれよ。やっぱり安定して面白いな。なるほどね。ごまかしも含むけど自分を認めてくれるアイリスのそばがカズマ的に一番居心地いいんだ。アイリス今回も可愛かったな。人気キャラなのもわかる。このスバが萌え王女という最強の武器を手に入れて最強アニメーションの構えになってしまった。アイリスも王族とはいえ好奇心旺盛な少女。アクセル全開のカズマさんが引き出す彼女の笑顔に癒される至福の時間でした。
そしてカズマさんは咎められるまでがセット。コロコロ変わるキャラクターの表情や独特のアクションで楽しませてくれるこの巣は最高です。バカであけすけで、かっこよいことをしようとしても閉まらず、欲望がダダ漏れなのに、爆笑や苦笑が絶えず起こり周囲を巻き込み、思うがままの行動がなぜか人を引きつける、古き良き最新の主人公を感じた。くたびれた冒険者のブーツと高貴な靴を脱ぎ、ベッドの上でカズマの冒険譚を聞くアイリス。そこには身分なんてなくて、一人の少女が一人の冒険者と同じ目線で自らの言葉で心から会話を楽しむ姿がある。彼女の嬉しそうな表情と限られた時間に覚えた愛おしさと寂しさ。カズマさん号泣でアイリスのお世話役に、すんげー満喫しててくさ。俺もアイリスにお兄ちゃんって呼ばれたい人生でした。高尾さんのこういうキャラほんま最高だな。自分の立場を理解してるがゆえに、わがままを言えないけどカズマさんのデリカシーのなさで、年相応にはしゃいでる姿かわいすぎる。なんだかんだちゃんとお兄ちゃんで来てるんだよなこいつ。オチも最高でした。貴族ってもしやクリス。ドラえもんの歌ならぬカズマの歌のごとく、空飛ぶ竹とんぼに願いを込めるようなアイリスと同じ視点に立ち思いを組み、ダクネスを守ったりまた俺らにかやっちゃいました。こんな自然に見せられるのはカズマしかいないなって、魅力的な主人公です。面白かった。カズマのキャラの旨味ががっつり出ていたわす。対馬純さんの技も炸裂してましたね。このガンダムシードみたいなカズマの作画も最高に笑った。この話はカズマとアイリスに焦点が当たってるから、いつものメンバーとはいかないけど、ちゃんとこのすばしてた。声優さんたちの本気のぶつかり合いが聞けて楽しかった。最高。執事メイドへパワハラ、調子に乗ってお説教、ダクネスとイチャついて力負け、その他全部ひっくるめて王女には新鮮だからこその好感度なんだろうな。素敵なドレス姿が食い意地で台無しな2人は見てて安心するね。相手のキングを取るチェスでなかなか勝てなかったのよ。キングであるアイリスを守れないとのクレアの存在があるからで、やっと勝てたカズマさんが自由に外に出ることすらできない王女のアイリスに、竹とんぼっていう憧れの冒険者のような自由をあげる。いい演出や。可愛い姫様に誘拐されるなんて、むしろご褒美じゃん。お兄ちゃん呼びまでされたら命捧げるしかねえ。楽しい日々を過ごしていたカズマにヒロインたち襲来。ダクネスが攻める構図は新鮮だ。王都に残るために義族退治を志願するが、ちょっと失敗。汚職貴族と仲良くしろよ。笑い。見事なアイリス展開でした。何ですかこの可愛すぎる生き物。モードのカットも可愛すぎて100点満点中100億点満点です。この作品、もはやアイリス展だけいれば十分楽しいのに、それ以外もちゃんと面白いから困るんですよね。笑い。しかしここまでおバカが止まらないというのもなかなかできないよな。それだけでも大したもんだ。お話的に今はダクネスが抑え役だけど、ここが崩れたらと思うとは怖い。やはりさすがだ。いやとにかくこのスバ感としか表現しようのない空気を3期にわたって維持できてるのすごすぎますよ。クールまたぐと大体制作体制が変わってカオスになるものですが、さて王都に跋扈する義族の正体とは。大人気シリーズの安定感に加えて5大臣な制作費をふんだんに使った高品質な出来に大満足。何より脚本が良くて盛りだくさんでも全く破綻してないのはすごいわ。絵コンテの緩急も抜群。名だたる声優陣の芝居の肉付けも見事。盗賊クリスが義族かな。次回が超楽しみ。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くとこれまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。